はい、こんにちは。MD ジャックです。です。皆さんこんにちは。だいぶ気温が下がってきましたね。最近、やっと扇風機をしまいました。窓開けてたら足元冷えちゃったからね。気をつけないと。そうですね。体調には気をつけましょう。今回は T ハイファイのタンクボディ T2 がブラッシュアップされたんですね。T2DLC2022 バージョンのレビューです。T シリーズのタンクボディは年1ぐらいで T2、T3、T4、T2 エボと出ていたと思うけど、それだけ安定した人気があるってことなんでしょうね。T2 全バージョンは残念ながら手元にないけど、T3、T4、T2 エボは後ほど波形比較で触れてみます。価格が8000円台で値上がりの影響もあるんでしょうね。T2 全バージョンより高めな設定です。外観は以前と変わらないタンクボディですが、コネクターが MMCX から 0.78mm 2ピンに変更になっていますね。2ピンのケーブルの方がいっぱい持ってるから、2ケーブルにはありがたい仕様。ユーザーの2ピンへの要望も多かったみたい。キャビティは高密度航空グレードのアルミニウム合金を使用。片側 3.2g とかなり軽量で、装着感がとてもいいです。小さいので安定させるのにコツがありそうですが、後ほどお話しします。ドライバーが 10mm ダイナミックドライバー1機。ダイヤフラムに新世代の DLC 採用。CCAW 超軽量ボイスコイル。N54 高密度軸回路。ここでも DLC が登場してるね。あれですね。DHC じゃないよ。わかってますよ。ダイヤモンドライクカーボンです。ダイヤモンドみたいに硬質で薄いカーボンでいいんですよね。応答速度が速くて歪みが少ないんですよね。はい、よくできました。音聞きたくなってきました。サウンドチェックいきましょう。今回は同メーカーの T4 と一緒に聞いてみます。価格は T2DLC の 1.7 倍ぐらいなので、ちょっと酷な比較かもしれません。ケーブルは T2DLC が付属の5 N シルバーメッキケーブル。T4 は MMCX なので、こちらも付属の超純銀メッキ銅ケーブルを使用。リアピはファイナル E タイプを使用しました。ではどうぞ。音量上がります。はい。では後半は音質についていろいろお話ししていきます。愛には低域がもう少しあってもいいかなーって思ったんですけど、ジャックさんどうですか？そうだね。波形見ながら話そうか。まず、ファイナル E タイプで測定した波形ね。この基準ラインからの差分を見ても、低域はあまり強調されてなくて、バスドラがドスドスお腹に響く感じはしないよね。イヤホンですからどっちみちお腹には響きませんけどね。そりゃそうだ。量感は確かにもう少し欲しいって思う人いると思う。その代わりバスドラのアタック感がはっきりしてていいよ。この帯域もあまり落ちずにいるね。2から5キロの範囲がしっかり出ていて、特に5キロ手前のピークは特徴的だと思う。4から6キロあたりは上げれば明るい感じになって解像感上がるように思うけど、聞き疲れしやすくもなる。でも T2DLC はうまくまとまってると思った。他のエアピも重ねてみるとこんな感じ。もともとそんなに低域が強くないから、その中で強く出てるファイナル E タイプ中心に話をしようと思ったのね。もう一つの理由は5キロ手前のピークに対し、他のイヤキはその上の帯域でも落ちないんで、ちょっと広域がきつめに感じたんだよね。で、ファイナル E の6から7キロあたりを一旦落として8キロあたりで戻ってくる特徴が生きてくるかなーって思った。
実際聞いてみると、セドナイヤーフィットライト、マックス、スプリングティップス、TAPB は明るい印象。あくまで好みの問題だけど、個人的にはファイナル E か ET100 ぐらいの出方が良かった。なるほど、愛も後で聞き比べてみます。装着がちょっと安定しなかったんですが、何かコツがあります？私もちょっと苦労したんだよね。タンクボディだと MMCX タイプが多かったんだけど、これは2ピンタイプ。接合部が回転してフィットしていた部分が固定されて引っ張られる感があったね。いろいろ試してみて、ウィーザー ET100 の S サイズを耳奥へ押し込む感じにしたらバシッと決まったね。高端型っていうのかな。これが良かった。定域も測定値以上に稼げた感じ。いつもは大きめのサイズで密閉しようとしていましたが、逆にしたんですね。ちょっと思いつかなかったです。耳の形も耳穴のサイズも千差万別だから、あくまで一例としてだけどね。はい。で、見飽きがフィットしたところで音質はどうですか？波形の通りなんだけど、コーティのレベル差があまりなく、ドンシャリではないよね。第一印象が良かったので、そのまま2時間ぐらい聞いてみて、リスニングとしてはあんまり面白みはないかなーって思った。そうなんですか？ネガティブな感想ではなくて、5キロ手前のピークの特徴以外はモニターライクってことね。低域はタイト、中域の減衰は少ない、中高域はしっかり出てる、高域も突出してはいない。音は近めで分離感が良く、空間はそんなに広く感じないと思って、これってモニター系の音っぽいなぁと。で、モニター系の音ってあんまり面白みはないからさ。ああ、そういうことでしたか。いきなりディスるのかと思ってハラハラしたじゃないですか。ああ、ごめん。でも完成度は高いと思うなぁ。これは同じティンハイファイのタンクボディ T2 エボ T3、T4 の波形比較だけど、カーブとバランスがいい感じだと思う。癖がなくなったと言ってもいいかな。T2 エボより低域のバランスを整えた感じで、その他の帯域は T2 エボに似てますね。実際で音も似てるけど T2 エボより音が集まる感じで、よりモニターライクに聞こえた。サウンドステージの広さも T2 エボの方がちょっとだけ広く感じた。 T3 は小域がすごいですね。これは特化してるね。ちょっとどういうニーズかわからないけど、全体的に線の細い音。この中では T3 だけ DD プラスノールズ BA のハイブリッド。 T4 はこの中では価格が1ランク上ですね。そうだね。久しぶりに聞いてみたけど、以前より印象が良くなってた。以前は低域がちょっと自分には強いと感じたが、今回はそう思わなくて、空間表現はさすがという感じで、しばらく聞いちゃって制作の手が止まっちゃったよ。4キロあたりを一旦落としてるのも、残響が耳に入ってくる余地を残しているのかな。カーボンナノチューブドライバーも効いてるんだろうし、1ランク上のサウンド。ボーカルのバランス感も良く、しっとり感あった。T2DLC だとボーカルがもっと近めに感じたけど、綺麗に聴けた。ブラッシュアップした T2DLC は T4 に次ぐバランスといった印象。この4モデルの中で一番モニターライクな傾向だった。 T4 とは違う広域のスタイルが、これはこれでいいって思えてしまう。気に入って長時間いろんな曲を聴いちゃったからね。ではニューモデルなら T2DLC、 余裕があれば T4 ですかね。まあ T4 が1本あればいいって考えもあるけど、モニターライクな音が欲しい時に T2DLC で聴きたくなるから、これから買うなら T2DLC と T4 の両方あってもいいかなーって思うわ。そうなんですね。愛のイヤホン予算はバイト増やさないと非常にまずいです。でもせっかくレビューのお手伝いをしているので、いいと思ったモデルはできるだけ揃えたいですね。そうだね。いい音で音楽聴けると疲れも飛ぶし、エネルギー充電されるからね。ということで TeamHi-Fi T2DLC2022 バージョンのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。